をこう集める前に世界中回ってたと。あれはどういう感じで回ってたんですか？あれはですね、美大とか出てるわけじゃなくて、美術の教育全く受けてなくて、普通のお勤めの人だっていうふうに理解した。そうでもない。お勤めの人でもなかったんですけど、もちろんアートには興味があったんですけど、20代前半は舞踏をやったりとか、変なことやってましたし。そっちの方の人、なんかね、でもそれもなんか舞踏のための舞踏じゃなくて、自分が大地の上で石ころになるみたいなパフォーマンスなんですね。なんか自分はもうこの石ころと同一のものであるみたいな、そういうなんかパフォーマンスをやってたんですよ。でもそんなのにいろいろ打ち砕かれて、挫折感の連なりに後押しされたというか、インドに行ったんですね。24歳ですね。僕の興味はなんていうのかな、文化人類学的なところにあるんですよ。人の顔つきの変化とか、言葉とか衣装とか、その食べ物とか、ものすごいそっちの方に興味があって。インドなんか本当一つ一つの街で全部違うんで、もうそれは面白くて、でそれの連続でずっとインドから押されてパキスタンに行って、押されてイランに行って、押されてトルコに行くみたいな、そういう旅をしてたんですね。よくやってられましたね。日本に帰ってきてバイトして、またでもちろんだからずっと行ってたわけじゃなくて、3ヶ月行ってまた帰ってきて半年バイトしてまた行ってみたいな、それを気が付いたら30半ばぐらいまでやってたんですね。そういう意味では延べ5年、延べですけど5年ぐらい中南米アフリカも含めてアジア全域回って。なるほど。そうすると形は変わって土を集めるようになるんだけど、生活形態はあんまり変わらないですね。国内に限定されたかもしれない。そうですね。今は国内とフランスって感じで極端なところになっちゃいましたけど、本当にそういう意味ではリュック一つで、当時は土とか拾って持っていけないんで、本当に一つまみだけつまんでポストカードにセロテープで貼って、それを自宅に送るっていうのをやってたんですね。だからメールアートみたいなことやってた。かなり遅れて出てきたメールアートみたいな感じではありますけど、それもアートって意識全くなくて、普通の意味で送ってた。だから持っていけないから、でも一つまみぐらいこう思い出に、下手になんか写真撮るよりずっとなんか一つまみの土の方がその時の感じっていうのがよく現れてるんですね。なるほどね。そんなことやってます。それで先ほどの一つまみっていうか片手で握れるぐらいっていうので、例えば東京都現代美術館とか、栗田さんの作品をコレクションしますよね。そういうところでコレクションしだすと、もともと取ってきたのがもうだんだん減ってって大変じゃないですか。これにしてもそうですけど、一つまみしてつまみする中には、石ころとか葉っぱとか、ゴミとかいっぱい入ってますよね。ですごい砂利っぽいところなんで、ふるいかけるとこのぐらい、本当にこの瓶でこのぐらいになっちゃうんですよ。そうするとこれには入らない。そうですね。でここに入って終わりっていうものが。そうですよ。だからこんなにいただいてはいいのだろうかと思っちゃうわけです、その話から言うと。ただ僕的には自分で全部持ってても、墓場まで持っていけないし、それはちょっと大変ですね。でもうすでに一握りでも3万超えると、3トンぐらいあるんですね。家も困るしじゃないですけど、っていうのは、2006年にアブザカでやったインスタレーションみたいな形、あれ量多いですよね。あれも同じです。同じ一つか。あの状態で見せるのは多分土は一番綺麗だと思うんですよ、実を言うと。ただあの状態だとその時しか見られないんですよ。展覧会の期間中、もっと言えば今生きてる自分たちしか見られないんですね。それはなんかわがままなんじゃないかと思い始めて、この美しさっていうか尊さを次の世代、未来の子どもたちに伝えるためにはどうしたらいいのかなと思った時に、とりあえずゴミとかを外してふるいをかけて、で湿気が入らないように瓶に入れとけばいいだろうと、っていうのがこれなんです。これ薬入れる瓶なんで湿気が入らないんですね。ギュッてなるんで、多分
100年でも200年でもこれは大丈夫なんですね。色変わらないで、ラベルは劣化すると思いますけど、まあ土自体は問題なくその次の世代に引き継げるんです。ある意味僕の家の倉庫に積んであるよりはこうやって収蔵してもらうのが一番ベストなんです。なるほど。今もう約20年前のアブタカ思い出しましたけど、風吹くと飛んじゃうんですよね土がね。そうそう、それ大変だとかって言ってたな。もう開けるなっていうんで窓の鍵のとこ僕はガムテープで閉め回ったんですけど、あそこものすごい暑くて、やっぱり誰か開けちゃったんですね。でなんか西の方から小学校の方からいい風が入ってバーッと、そうかなりね混ざっちゃうし、もう飛んじゃうし。でまあなんとなくどうやって土と関わってるか少し分かったんですが、フランスの守東派の修道院でやったっていうのこの話を、あれは何かかなり壮絶な感じがするんですね。空間的に、でどういうふうにどうお見せしたかとかでいろいろあったことをちょっと伺いたいですね。まあフランスも最初はパリの割とニュートラルな空間だったんですけど、次の年に呼ばれて田舎の人口4000人の村に呼ばれたんですね、ビエンナーレで。そこの村長さんの家に泊まって、で明日の朝お前の会場を見に行こうって言って連れてってもらったら、本当にそれはロマネスクの世界遺産になってるもう教会で、で気に入らないならもうあと2つあるからどっちでもいいぞって言われて、もうそれは本当になんていうんですかね、もう息が止まるような空間だったんで、これはもう対抗してもしょうがないから、要するにここで俺がみたいなのをやったらもう完全にクラッシュするんで、もうこれはお邪魔いたします、失礼いたします、ポンと置いて帰ってくるのが一番いいなと思って、それが逆に言うとフランス人ってそういうことはあんまりできないらしくて、割とこうやっちゃうんですね。そういうところ行くと頑張っちゃうみたいで、日本人はススッと入ってきてスッと置いてっていうのが逆にすごい新鮮だったみたいで、それが割とうまくいったことがすごい評判になったんですね。そしたらなんか、隣の県で実は市東会の教会がある、そこで展覧会を企画してるんだけどっていう、委員会みたいのがあったら、そこで「おい栗田がいいぞ栗田がいいぞ」ってみんなが「あれがすごかったぞ」って言うんで、割と僕はそういうところでできる人っていうことになっちゃったらしくて、ただ難しさももちろんあって、空間自体ものすごいんで、逆にでも難しいんですけど助けられてるのが天井の高さ。高いね。日本であんな天井の高いとこ本当12メーターとか20メーターとか20メーターとかありましたね。すごいですよね。なんていうんですか、もう僕は地べたにしかやらないんですけど、ここからそこまでの空間に助けられるっていうんですかね、経験ってちょっとなかなかないんですね。っていうのはこれ空間の捉え方、僕自身の感じ方なんですけど、フランスって空があって大地があるんですよ。でその狭間に人間がいるって感じなんです。日本ってなんか大地と空がグラデーションでつながっちゃってて、そうですね、その中に人間が浮遊しているような感じが僕はするんですね。そういう意味ではフランスは空、土、人みたいなはっきりしてるんですね。だから逆にその空間の中に土って入れた時にピタッと決まる。これ偶然だったのか、自分が最初に感じたことなのか。ヨーロッパに結構3色とかでこういう色の国旗があるっていうのはそういう感じなんですね。そうかもしれないですね。なるほど。そうかもしれないですね。はっきりしてますよね。日本人はいつもお前はビトウィーンだって言ってイエスかノーかの間でコーヒーにする紅茶にする、どっちでもいいみたいな、日本人はどうしてもするのと、何かにつけ間ですよね。多分これが日本の風土で育ったもののなんか特性なのかなっていう感じがするんですよね。逆にそういうものをスッと向こうに持っていくとみんなびっくりするっていうことなんですかね。でも土をやって集めて置くっていうのは本当にみんな驚いたでしょうね。そうですね。やっぱり驚くんじゃないか。例えばあれが例えば日本から持ってきた土だっ
とか言えば、ああそれは日本のは綺麗だろうっていうふうになるかもしれないけど、違うよ、あんたの家の庭の土だよみたいな、この地域だよっていうことが逆にやっぱり、だからそのところっていうのはものすごい大事なことなんですね。これもそうですけど、新潟だからこれにもしなんか北海道の土ですとか言ってここにあってもあんまり意味ないですよね。そうですね。やっぱり場所っていうのは大事な。